合って3年になるんですけど、うん同棲を始めたのが2年経ちまして、久しぶりに向こうから連絡があって関係がまた始めてしまったっていうのが。私は元カノが彼にちょっかいを出してるのが気に食わない。家の前で女が出てきて、その元カノがきしょいですよね。気持ち的なことだから、それは。そういう問題じゃない。なかったらしょうがないじゃん。はしょうがないって何？すいません、ちょっといいですか？はい。ちょっと私言ってないことがあるんですけど、こあなんで今振りを？ういう時にしかまともに聞かないじゃん、話あんた。真剣に考えたら言っといた方がいいなっていうことが、沼田さんは分かってるよね。わかんないんだけど、何言ってんの君。ここで決定はできないです。こういうことになってしまったら。収録の時間もありますので。はい。皆さんこんにちは。山口です。男性スピーカー田原樹さん33歳の方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。女性スピーカー沼田美桜さん、現在25歳、よろしくお願いいたします。沼田です。お願いします。話し合っていただきたい内容を発表させていただきます。男性スピーカー田原樹さんなんですけれども、僕たちは付き合って3年ほどになりますが、僕が元カノと浮気をしてしまったので、この先頭が上がらないから別れたい。沼田さん、女性スピーカーの方はですね、彼氏は元カノに騙されている、別れるつもりはない。お二人からもお話聞いてみましょう。田原さん、どういうことなんでしょう。今の彼女とは付き合って3年になるんですけど、うん同棲を始めたのが2年経ちまして、今お付き合いするよりも2ヶ月ぐらい前なんですね。そこからもすっぱり縁はなかったんですけど、前の彼女と別れて2ヶ月後に沼田さんと付き合い始めた。そうですね今3年付き合っている。そうですね、はい。元カノと別れた理由っていうのが、向こうに好きな人ができたからっていうことで、僕としては別れたくなかったんですけど、向こうは振られたって感じ。そうですね、振られてしまいました。久しぶりに向こうから連絡があって関係がまた始めてしまったっていうのが。沼田さん、言いたいことがあれば。私は元カノが彼にちょっかいを出してるのが気に食わない。浮気はもちろん許せないんですよ。許せないけど、別れるつもりはなくて、だからもう元カノと関係を持たないでほしいっていうのが今の気持ちです。そりゃそうですよね。今付き合ってる人を優先してほしいと。ここは元カノとは関係を断ってるつもりなんで、嫌いになったわけではないので、今回別れたいっていう定義ではありますけど、やっぱりこういうことをしてしまって頭が上がらないっていうのも気持ちとしては大きいので、一旦リセットしたい。リセット。はい、ここで別れて。現状別に今二股になっちゃってるわけではない。そうですね、もう元カノとは関係は終えています。いやでもそれ嘘だと思いますけど。だよね。いや嘘ですよ。そうだよね、信じれないよね。信じれない、証拠ないし、確かにな。絶対関係続いてるし。なんでバレたんでしたっけ。鉢合わせたんですよ。私たち一緒に同棲してるんですけど、家の前で女が出てきて、その元カノがきしょいですよね。マジでもうみたいな。家から出てきた。そうです、出てきたんですよ。大胆すぎるやろ。いや本当に、しかも何もなんか悪い顔せずに悪びれもなく出てきて、なんかみたいな感じで普通に出てきて、はみたいな、こっちは意味わかんないじゃないですか。だからもうその時からもう大嫌いです。家に連れ込んだっていうのはなぜ。まあ、優しさと言ったらちょっと言葉が違いますけど、はい元カノと別れたことに対して僕もまだ不完全燃焼のところがあって、まあ、揺れちゃったんですよ、気持ちが。あ、気持ちが。で今頭が上がらないんですか。はい。当たり前じゃんね。まあね、確かにミリちゃむさん、やっぱり当たり前だと思います。当たり前でしょ、頭上がんないなんて。それで別れたいってすっげえ自分勝手だよね。沼田さんももちろん当然だと。当然ですね。なんかこうやって浮気して優位に立てなくなったから別れたいとか彼言ってますけど、まだ元カノとの関係があるから優位に立てないからとかわけわかんないこと言ってるし、そうやって元カノが別れさせようとしてるんですよ。そういう女だから。一回会っただけでやっぱ女の勘でわかるんですか。いや、わかりますよ。だって何も謝らなかったんですよ。こう鉢合わせてるのにありえないです、人として。ここまで聞いてかなり複雑な話今回なってますけど、呂布さんいかがでしょう。田原さんが元カノと不本意な形でそもそも別れて気持ちが残ってた。今の彼女のことも好きだけど、なんか要は申し訳なくて一緒にいれないっていう別れ方をしようとしてるんですよね。それが本当だとしたらまたなんかわけわかんない気持ち残したまま別れて、元カノとも今もう連絡立ってるんですよね。今、はい、そうですね。そのなんか中途半端な
状態になると思うんですよ、両方とも。一つもはっきりさせてないっていうか。自分が悪いっていうことは分かってるんです。浮気をしたことは本当に認めますし、事実ですから。今回のこの浮気のことで今後関係をずっとこのまま続けていって後になってからあの時こうだったみたいな感じで蒸し返されていくそういうもんよ。耐えられないというか、もうどうしても病んちょっとでしまうところがあって。ワンペナツーペナぐらいを抱えながらやっていくもんよ。みりちゃむさんも勝手だねと。全部自分のしたいようにしてるだけじゃん。何なの人として。好きな気持ちがこう一度に複数あると一旦その真っ白にしたいというか。できないでしょだからなんでそのあやふやなまんま今沼田さんと付き合った？元カノとは別れていたので、気持ちが残ってたのは事実ですけども、その時は本当に別れちゃったんですよ。向こうに好きな人ができたっていうふうに言われていたのでね。これ南川さんどうです？いやこれなかなか元カノと浮気、それはご自宅でってことですよね。最初に向こうから久しぶりに連絡が来て、外で会ったんですよ、その時。本当に何気なく、久しぶりに元気してる、みたいな感じで、付き合ってた時代があったので、僕が家に連れ込んじゃいました。連れ込んだ。お前が連れ込んだ。僕が連れ込んじゃいました。連れ込んでた。高校3年生がいますけれども、かなりショッキングなお話。ちょっとね、ごめんなさい、すみません、ちょっとね、もしあれだったら耳を塞いでいただきたいんですけど、それは何回ぐらいやっいや、この1回だけです。1回だけですか？はい。ありえないですし、高校生でも分かりますよね。ほんまに1回だけってか、そうね、疑いがもう次から次へと疑い出てくるし、どうせまたこの人次の人できてどっか行ってまうやろってか思いません？自分勝手ですよね。でリセットしたいって言ってるんですけど、リセットって何ですか？2人別れてどうするつもりなんですか、その後。自分にはもう彼女もいない、元カノのことも全部立った状態っていうのを一度作って立て直すじゃないですけど、すっきりしないような展開になっているんですけれども、シュートダウンエンドロールエディションということですので、お二人だけではなくて重要な第三者がいる場合は出演または電話出演していただくという条件でお二人にも今日この場に来ていただいております。この場合重要な第三者と言いますと、元カノになります。で田原さんに事前にお話はつけていただいていますよね。はい、今日実は電話出演を許可してくれたと。ちょっと沼田さんはお話したくないとは。そうですね、私としてもちゃんとその関係を終わらせてるのかっていうのと、今後関わらないでっていうのは言いたいので、ちょっと電話していただいて、これをちょっといい機会にしていただけたらと思います。では、スタッフさん電話をかけていただいてよろしいでしょうか。アンケートによりますと、その元カノの方が二宮さんという方ですね。二宮さん聞こえますか？もしもし。はじめまして、女子業界チャンネルの山口と申します。二宮さん、現在28歳の女性です。田原樹さんと以前お付き合いをされていて、田原さんがお付き合いしている人がいるにもかかわらず関係をまた持ってしまったというお話を伺いました。間違いないでしょうか？はい、この電話は今ですね、田原さん、そしてお付き合いされている沼田さん、パネリストの皆さんにも聞こえている状態ですのでよろしくお願いいたします。何か主張しておきたいこと、話しておきたいこと、先にどうぞ。樹も結婚してるわけじゃないんで、当人の気持ちでいいんじゃないかなって普通に思うんですけど、冷静に話し合っていただきたいんですけれども、沼田さん、お伝えしたいことがあると先ほどお話ししていたのでお願いできますか？彼はもうなんか関係持ってないみたいに言ってるけど、まだ関係持ってるよね。私に聞いてる？いや、そうだろ、どう考え。でも本当に1回だけだよ、それは。いや、なんでさ、それ嘘つくの？持ってんじゃん、絶対。いや、嘘つく言われても。あんたから連絡してんでしょ、だって。必要があってしたことはあったけど、1回だけだからとか言うつもりもないけど、あの時だけだから、それは本当に。いや、だからもう関わらないでほしいんだよね、だから。いや、だから、それは別に、あんた、沼田さんが決めることじゃなくて、いやいや、だってこっち付き合ってんだからさ。いやいや。気持ち的なことだから、それは。そういう問題じゃない。なかったとしてはしょうがないんだよね。しょうがないって何？あんたも第三者じゃん、だって。関係ないじゃん。関係っていうか、結婚してるわけじゃないんですか？南川さん、結構ピリッとしています、かなりピリッとしておりますけれども、二宮さんに聞きたいのは、田原君とより戻したいという気持ちがあったりするんですか？会いたいなと思って連絡して、久しぶりに会って付き合おうかなって思ったんで、いつきも乗り気だったっていうか。好きな人ができたっつって別れたじゃないですか、その田原さんと以前。はい。その時にその好きな人とどうなったんですか？付き合ったんですか？付き合いましたけど、別れて2ヶ月前ぐらいに別れて。二宮さんに聞きたいことあれば。
呆れすぎてもうないですよ別に本当に。二宮さんは田原さんがまだ沼田さんとお付き合いしていることはもちろんご存知ですよね。知ってましたけど、まあ別に最初普通に軽い気持ちで会ってみようと思ったことからだったんで、いつきが誰を好きなのかっていうことを、まあ一緒にいれば分かるっていうか。田原さんは、まあ、今沼田さんと別れようとしてるみたいなんですけど、でもその後別に二宮さんとよりを戻そうとか思ってるわけではないっていう本人は言ってるんですけど、二宮さんはその田原さんが今の彼女と別れたら私のとこに来るって思ってらっしゃる感じですか？そうの感じだと思いますけど。田原さんああやって言ってますけど。先ほどからちょこちょこあったんですけど、元カノとの関係は完全に切ったとは言い切れない。なんだ嘘ついてるやん。だから言ったじゃんだから。まだつながる。あそうですよねでもさ、もうそうなると沼田さんさ、もうこれ以上田原さん追っかけてる時間無駄じゃない？そうなんですよね。どういう気持ちで、その二宮さんが憎いだけでしょ？彼氏が取られるのが悔しいから。そうですね。正直元カノが憎いのが一番。もったいないよそのねえ時間。もっといいやついるよ。次のね恋愛に行った方が、まあ、建設的ではありますよね。だってどうせ状況とかが揃ったら五木さんは浮気をする人ですから、一回やる人は絶対やるんですよ。で五木さんももっとしっかりした方がいいんじゃないですか。なんかはっきりしよう。なんかどっちも関係持ってないとか嘘ついたり、どうしたいのっていう。結局あなたは彼女と元カノに戻りたいんですか？元カノと戻りたいとかではなく、じゃあなんで連絡先完璧に立てないんですか？未練があるのかな。あるやん戻りたいんじゃん。絶対戻るじゃん。っていうことめちゃくちゃなんですけど、最初と全然違うじゃん。言った方がいいよ。もうふざけられないですよ。これがオンエアされないように祈るだけで。彼女ぶらないでほしい。何言ってんの？意味わかんないんだけど。いやでも元カノの分際ですから。分際、ね、たかが元カノだから何言ってんのって話いやなんだけど。本当にそうじゃないんですよ。ちょっと私言ってないことがあるんですけど、何まあ、今日ちょっとちゃんと言おうと思ってたんですけど、もう私妊娠してるんだよね。今の彼女のことって気持ちにも改めてます。当たり前でしょ。そう絶対そうですよ。俺はわかりますよ、この感じね。女側からしたら結構気に食わないですけどね。すいません。はい。沼田さんはさ、大事なことは話さなくていいの？